皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Redmi Watch 3の初期設定の方法についてご紹介したいと思います。ちなみに今回は Android 版の Mi Fitness のアプリを使って初期設定をやっていきたいと思いますが、 iPhone ユーザーの方は流れほとんど同じだと思いますが、要所要所ね、ちょっと違うところもあるかもしれません。ただそのあたりは臨機応変に対応の方をお願いいたします。というわけで早速ね、Mi Fitness を立ち上げてやっていきたいと思いますが、まず最初にですね、プロフィールというところで今アカウントガジログともう作って入ってありますが、もしアカウントを作成されていない方はぜひアカウント作成の方をお願いいたします。そしてログインを済ませて、このようにね、もうすでにプロフィールにアカウント情報が入っている状態でスタートの方をお願いいたします。そうしましたらですね、このデバイスっていうところからこちらの Redmi Watch 3をペアリングして追加していくっていう流れになりますので、ここまであらかじめ準備の方をお願いいたします。というわけで本日も行ってみましょう。というわけで Redmi Watch 3の電源をまず導入していきます。サイドボタンありますので、こちらを長押ししていきます。はい。ブルッと触れましたら離していただいて大丈夫です。Xiaomi のロゴマークが出てきました。まずは言語設定からになりますが、日本語を探していただく形になりますが、日本語はですね、一番上から3つ目に入っていました。こちらを選んでいきたいと思います。そうしますと、デバイスを追加と出てきました。まずこちらのデバイスの追加、もしくはこちらのプラスマークでもいいんですが、わかりやすいようにこちらをタップしていきます。そうしますと、Redmi Watch 3をこちら認識してくれましたね。カメラを使わなくても大丈夫そうですね。QR コードを読み込まない方法もあります。はい。そうしましたら、もうペアリングができる状態になりました。そうしましたら、こちらのね、番号、同じものか確認していただいて、スマートフォンで確認した上で、こちらの本体をレ点を押します。そしてスマートフォン側も、連絡先と通話履歴のアクセスを許可をするをタップしていただいてペアリングをします。そうしますとね、勝手に自動的にペアリングが進んでくれます。もうね、ペアリング完了しましたということでね、設定されましたよと出てきました。今度アプリ側になりますが、接続を維持するためのアクセスを許可してくださいとありますけども、各項目を許可をしていく形になりますので、この画面の指示通りに進んでいっていただければと思います。そして、もしね、こちらの方よろしければ完了を押していただきます。そして注意が出てきましたね。読んでいただいて続けるをタップします。そうしますと、操作の方法など出てきましたね。はい、こういう感じですよと出てきました。そしてウィジェットっていうのもありますよと出てきました。そしてショートカットっていうのもありますよってことですね。画面の上からもしくは下からですね。こういった機能もありますよと出ています。そして通知をオンにするっていうのがありますが、すべての通知を同期するにしておいた方が最初はいいかなと思います。後で必要でないものに関しましては個別にオフにすることもできますので、まずは最初すべての通知を同期するにしておいた方がいいと思います。はい、次に着信になりますね。こちらもスマートフォンに電話がかかってきた時に Redmi Watch 3の方で受話することができますので、こちらもね、チェックボックスこのように入れておいていただければと思います。そしてシステム情報を同期するとあります。スマートフォンで DND を同期するとありますけども、こちらはちょっとね、注意するところになります。もしスマートフォンの方で DND をオンにしてある方、DND っていうのは邪魔しないでくださいというモードになります。一緒でいいよってことであれば、もうスマートフォン側の動きに合わせるってことになりますので、こちらをそのままね、チェックが入っている状態で設定にします。個別に設定したい場合は外しておいていただければと思います。個人的な理由からこれは外しておきたいなと思いました。ということで、すぐね、アップデート出てきてしまいましたので、これを続けるを押して、ちょっと待ちたいと思いますね。かれこれ20分かね、30分ぐらいかかってしまったかもしれませんが、ようやくね、今終わったところになります。この状態になりましたら、ようやくですね、このアプリを使って初期設定を進めることができますし、本体を使っても同様に初期設定を進めることができます。はい。というわけで、アプリを使って初期設定の方をまず進めていきたいと思います。この初期設定の内容は、一通り使えるところまでの流れということになりますので、基本的な初期設定をご紹介したいと思います。では最初に文字盤設定を見ていきたいと思います。この Watch 本体の方に6種類があらかじめインストールされています。画面をこのように点灯しまして、長押しをしますと、こういった感じでね、ちゃんと入っていることがわかります。このね、並びで入っていますね。例えば、これでいいよってことであれば画面を
タップすれば決定することができますので、文字盤をこういうふうに変更することができます。そしてもう少しね、文字盤をいろいろ他の種類も入れてみたいなということであれば、このオンラインというところがありますので、こちらをタップしますと、このようにいろんなバリエーションのものが入っていますので、お好きなものをこちらから選んでいくことができます。今回ね、一つだけ試してみたいと思います。このメカニカルっていうところがありまして、その他を開きますと、結構個人的には好みな感じのものがこのように入っています。この中の一つ入れてみたいと思います。この RY っていうのかっこいいですね。適用を押しますとアップデートがインストール中となりました。で、こちらのディスプレイね、見ていただきますと、はい、このようにね、変更することができますが、簡単に変わりましたね。こんな感じで好きな文字盤をこのアプリから探していただいてインストールしてということになります。そしてですね、Amazon Alexa も搭載されています。ではタップしてみたいと思います。Mi Fitness と連携させる流れになります。Amazon アカウントでログインとありますので、こちらをタップします。そうしますと Amazon の Alexa を追加する画面になりますので、今すぐ始めるをタップします。そうしましたら Amazon のお持ちのアカウントでログインする形になりますので、ご自分のアカウントを入力して進めていただければと思います。はい、2段階認証を済ませた後、アクセスの許可を求めてきますので、許可を押します。はい、これで連携が完了しました。デバイスで Alexa を使用するとあります。ではちょっと起動して何か聞いてみたいと思います。日本一高い山は富士山ですと出てきてくれましたね。タイマー1分。タイマーを設定することもできます。タイマーを解除して、はい、このようにね、キャンセルもできます。こんな感じで使うことができます。では次にアプリの通知を見ていきたいと思います。先ほどの設定のところでアプリの通知の画面出てきましたが、すべての通知を同期という風になりましたね。ですので基本的にスマホに飛んできた通知はこちらのウォッチに飛んでくるという流れになるわけですね。でもこれを個別にしたいよってことであれば、ここをまず一旦解除します。そうしましたらカスタム通知と出てきましたので、こちらをタップします。そうしますと、スマートフォンに入っている各アプリからどれを通知欲しいかっていう風にチェックをしていく形になります。一番上、メッセージね、これはショートメッセージサービスになりますので、こちらはオンにするという風にね、できるわけですね。他に例えば、こちらメルカリも欲しいよってことであれば、こちらをチェック入れますし、さらにはウェザーニュースから通知が欲しいとかね、このように個別にいろいろチェックを入れて、それだけもらうってこともできるようになりますので、こちらの方を時間ある時に設定した方がいいかなと思います。そしてちょっと細かいところになりますが、スリープの解除っていうのがありまして、これは画面が点灯しない設定に今なっています。こちらのスリープ解除をオンにすれば、通知とともに画面が点灯して内容が見れるっていう状態になります。次に健康モニタリング系になりますね。心拍数を見ていきましょう。まずね、最初に連続モニタリングとありますが、こちらは自動に今なっています。すべてウォッチにお任せしますよってことであれば自動でいいですし、1分ごと取ってほしいのか、10分か30分かということになります。こちらの設定に関しましては、それぞれ好みに応じて選んでいただければと思います。個人的には自動設定を選びたいなと思います。そして睡眠モニタリングになります。こちらは今オフになっていましたので、高度なモニタリングっていうところをオンにしておいた方がいいかなと思います。バッテリー持続に影響ありますよってことになりますが、続けるを押します。一晩ね、寝て起きてみてデータが取られている場合は、アプリの方でレム睡眠やノンレム睡眠などね、浅い眠りなどを確認することができるようになります。そしてストレス測定になりますが、こちらも最初オフになっていましたので、オンにしておきたいと思います。そして天気が出てきましたね。オンにしますと、このスマホの位置情報に基づいた天気情報が取得されますので、ウォッチの方でもそれが見れるようになりますので、必要な方はオンにされてください。そしてですね、ナイトモードを見ていきたいと思います。ナイトモードをオンにしますと、画面の明るさをこの設定した時間帯だけ照度をね、下げてくれるわけですね。これはやっぱり夜間特に効果が発揮されるかなと思います。設定時間今オンにしてありますね。そしたら開始時間何時にしますかっていうありますので、こちらを例えば18時暗くなったら画面の明るさを下げるっていう設定にできます。で、次の日の朝7時になったらこの本体で設定した明るさに戻すこともできますので、この辺の設定をうまく使うといいのかなと思います。個人的にはこの日没までオフにしておくと結構楽かなと思います。そしたらスマートフォンで取得された日没情報や日の出情報に基づいて動作してくれますので、日没になったら画面は暗くしてくれるっていう方が楽かなと思います。
では、ウォッチ本体を使った基本的な初期設定についてご紹介したいと思います。まず、設定をタップしていただきますと、文字盤の変更をこちらからもすることができます。そして次に、サウンドとバイブレーションとありますが、基本的に音は鳴らしませんという設定であれば、このサイレントをオンにしておいていただければと思います。また、バイブレーションとありますけども、標準の強さが強いかということになります。強いにしてみました。また、弱いにしてみましたが、あんまりね、ちょっと違いがわからない感じですね。実際腕につけていただいた上で選んでいただければと思います。そして、着信音量とありますが、スマホに電話がかかってきた時に、Redmi Watch 3に着信することもできますが、その時の音をですね、このようにボリュームを変えることができます。はい。結構大きいですね。はい。こんな感じで調整できます。また、アラームの音も変えることができます。アラーム音は変更することはできないようです。そしてディスプレイを見てみたいと思います。まず明るさのところになりますが、こちらでこのように調整することができますが、残念ながらね、自動調光には対応していませんので、ご自分の使う状況下に合わせてこのように変更していただければと思います。そして自動ロックとありますけども、こちらは今ね、60秒になっていますが、5秒から設定することができます。5秒、10秒、20秒、30秒というふうに調整することができます。これ何なのってことなんですが、画面がこのように点灯してから何秒間つきっぱなしにしてくれるかということになります。ですので、日常使いであれば5秒か10秒ぐらいでいいんじゃないかなと思います。そして持ち上げてスリープ解除とありますが、こちらはですね、こういった腕の動きで画面を点灯させるかどうかということになります。今腕を上げましたら画面が点灯しましたね。今終日になっていますので機能がオンになっている状態になります。これをですね、必要な時間帯に調整することができます。例えば朝の7時から夜の9時までこの動作ね、オンにしますよっていうことができますね。もしくは終日とありますので、もうずっとこの動作オンにしておくっていうこともできます。そして結構重要になりますが、ダブルタップでスリープ解除とありますが、オンにされた方がいいかなと思います。そうしますと画面がこのように暗くなっている時に、これでね、画面が点灯してくれるようになります。1回タップでは点灯せずに、2回タップっていうのが一つポイントになります。1回ではつきません。2回でつくっていうことになります。そして次にオーテスリープとありますが、これもね、今オンにしてあるんですけども、画面をこのように覆いますと暗くなってくれるわけですね。消灯してくれる機能になります。これは通常ですね、オンにしておいた方がいいのかなと思います。ずっとね、ちょっとつきっぱなしだなって思う時もあるかもしれませんので、この機能をやっぱりオンにしておくと、いざという時にね、すぐ消すことができますので、使い勝手良くなるんじゃないかなと思います。そしてですね、このウォッチ本体からも DND の設定っていうのもできるようになっていますので、先ほどアプリの方でもご紹介しましたが、こちら本体の方でも設定できますので、調整の方されてみてください。ナイトモードも同様ですね、アプリの方でできたものになります。そしてレイアウトとありますが、ここのサイドボタンを押したときに、こういったメニュー体系がいいのか、これはリスト表示になります。もしくはこのリストに対しましてグリッドになります。こういったね、アイコン表示がいいのかということになります。それぞれのアイコンの意味を理解していないとそこの機能にうまく飛ぶことができませんので、慣れていかないとなかなかこの機能難しいかなと思います。ですので、お好きな方を選んでいただければと思います。では最後に操作方法についてざっとご紹介したいと思いますが、先ほどからこちらのサイドボタン1回押しますと、まずメニューにこのように飛ぶことができます。そして画面をこのように上から下にスワイプしますと、通知を見ることができます。また下から上にスワイプしますと、いわゆるコントロールセンターと言われているものになりますね。ショートカット機能がすぐに使えるようになっていますので、例えばボルトみたいなマークありますが、これは設定になりまして、すぐね、設定項目に飛ぶことができます。これはよく使うと思いますのでね、覚えておくといいんじゃないかなと思いますし、そしてこの懐中電灯のマークありますので、これをタップしますと、このように画面がね、白く明るくなってくれまして、いざという時にこういった機能があるっていうのを知っておくと便利かなと思います。そしてですね、この真ん中にスマホを探すっていう機能がありまして、これをタップしますと、このようにね、スマホを鳴らすことができます。結構うるさいですね。スマホどこにあるのかなっていうのはね、いざっていう時に探すこともできます。またワークアウトの中に様々なスポーツがね、このように入っています。例えばよく私はウォーキングをするんですけども、Go をですね、こうタップしますと GPS を使いながら歩いたところを地図上にマッピングして
距離やですね、歩の速度とかね、歩数何歩だったのかとかね、様々なデータを取得して、後ほどこちらの画面で見ることもできますし、アプリの方で詳細情報を見ることもできます。またワークアウトを止めるときには画面をこのように右にスワイプしていただくと終了と一時停止が出てきますので、終了をタップします。このようにしてね、終わることができますので、もう自分のよく使うワークアウトをね、ここから選んでいただいてスタートしていただければと思います。はい。というわけで、ここまで Redmi Watch 3の初期設定についてご紹介しました。一通り使えるまでの流れということですが、いかがだったでしょうか？なかなかね、使いこなすっていうのは時間がやっぱりかかるかなと思いますので、日常的にやっぱ使っていかないと覚えないかなと思います。いろいろ触ってみていただいて、少しずつ覚えていっていただければなと思います。というわけで、今回は以上となります。この動画良かったよって方は、高評価、そしてまだの方はぜひ、この機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。